皆さんこんにちは。リラックの岡畑です。本日は物件のご紹介をさせていただくとともに、物件を見る上で、必要な、重要ポイント、一緒にチェックしていきたいと思います。それではどうぞ。通常は、こちらの家具は一切つかない形になります。まずこちら見ていただいて分かりますようにリビングルームになりますね。はい。こちらダイニング、それからデスクなんかを置いてオフィススペースとしても使っていただける空間になっております。はい。で、こちらがキッチンですね。はい。お料理ができる、ストーブが4つ。それから、こちらマイクロウェーブ、そしてオーブン。大きいですよね。こんな感じで、お料理していただけます。こういうですね、家電は元から、長期物件の場合は備え付けられておりますのでご心配ないです。こちら冷蔵庫ですね。はい。ですね、こちらがですね、ベッドルーム、寝室になります。大体皆さんニューヨークではこちらですね、クイーンサイズ、フルサイズ、それからキングサイズのベッドを置かれて、こういう感じで、ナイトスタンドを置かれて、そして、そうですね、こちらクローゼットになります。この物件は、結構収納スペースがですね、広々となっておりますので、ベッドルームで皆さんご覧になるのはもちろん収納がどれぐらいあるかっていうところと、あとはお休みになる、重要なお部屋となりますので、音ですね。どれぐらいの、音が聞こえるかっていうのを今日中ですけれども、夜も、昼もですけれども、この窓から何が見えるか、もしくは窓の奥に何があるかっていうのをちょっとポイントとして見ていただければと思うんです。例えばこちらのお部屋ですと、非常にこの物件は賑やかなエリアにはあるものの、こちらラッキーなことに中庭、コートヤードって言いますけれども、中庭向きのベッドルームということで、かなり静かな、環境となっています。こちらは、ゴーサインですね。はい。あと、階数で、例えば、ニューヨークでは、特にマンハッタンでは10階以下にお住まいになるときは、特に、音の問題が出てきますので、必ずチェックしてください。はい。ですね。では続きまして、こちらのリビングに戻りましょう。はい。こちらキッチンでですね、全部家電はついてますよっていうことなんですけど、ここにですね、換気扇がついてまして、ほとんどの物件って弁当、インといいますか、ビルディングの中で換気が回っていく、形になっております。たまに、ビルの外に、出るものもございますが、こちらから換気をすると、ファンを回していただいて、換気していただくということになります。よく日本の方、お魚とか焼かれますけれども、お魚なんか焼いてしまうと、火災報知器っていうのがあります。こちらの方にあるんですけど、もうすぐですね、察知しまして、大きな音でピッピッピッというふうになっちゃいますので、大変なことになりますので、ほとんどの方はこのオーブンでお魚を焼いたりされます。はい。これキッチンの中でちょっと、ポイント見ていただいて、あとこちらにはないんですけど、シンクの、こちらにですね、ガーベージディスポーザーというその生ゴミ処理がついている物件もありますし、ついていない物件もあります。で、ついていない物件の方がニューヨークは多いです。はい。そして、リビングの方も、どれぐらいの音、それからどれぐらいの光が入るかっていうところも、一つのポイントとなりますね。日本の場合はおそらく南向きのお部屋が人気だと思うんですけど、ニューヨークでは、特にその南向きってなりますと、プロ&コンズって言いますけれども、夏は暑すぎて結局素敵なビューがあるのにもうブラインドをずっと閉じっぱなし、それから冷暖房も完備されてるんですけど、電気代はお客様が皆様がお支払いにならないといけないので、夏南向きのお部屋は冷房代、エアコン代も非常に高くなると言われておりますので、逆に北向きですとか東西向きのお部屋を好まれる方もいらっしゃいます。はい。ではですね、こちらですね。こちらもクローゼットございますので、はい、こんな感じになっておりますね。やはり、奥様なんかはクローゼットが何個あってどれぐらい収納ができるかっていうところも、かなり重要視されておりますので、はい、ご注意いただければと思います。それではこちら、
洗濯機乾燥機になります。こちらは最近の新しい物件には、お部屋の中には設置されているんですけれども、お部屋の中にない場合もあります。ただしですね、これも考えようで、お部屋の中に、あって便利というのはもちろんなんですけれども、こちら大きなクローゼット一つを奪っていることになりますよね。ですので、こちらの洗濯機乾燥機がなくても一つクローゼットが増えるというふうにお考えになられる方で、ビルディングの中に設置されている、もしくは各階に設置されている場合の方がいいと言って探される方もいらっしゃいます。はい。それではこちらですね、バスルームへ参ります。はい、こちらのバスルームですね。こちらお手洗いなんですけど、よく皆様からですね、ウォシュレットの設置は可能ですかというご質問をいただきます。結果と、答えとしましては、ウォシュレットは、設置するのは禁止されています。もしですね、メディカルニーズ、どうしても持病をお持ちで、お付けになられたい場合は、ビルディングに申請を出すことは、可能なんですけれども、期間がですね、だいたい2ヶ月から長い場合は半年かかってしまうということで、ほとんどの方が、設置を諦めておられます。はい。そして、こちらですね、お風呂のバスタブですね。こちらの物件のバスタブは比較的深いバスタブになりますが、ほとんどのニューヨークのバスタブはこれよりも少し浅いものになってまいります。はい。そしてこちらがシャワーヘッドですね。こちらもご質問によくあるのが、シャワーのホースを、つけるのはどうしたらいいでしょうかということで、こちらですね、お好きなシャワーホースをご購入いただきまして、こちらですね、外していただいて、ハンディマンさんが中にですね、チップを払っていただいて、つけていただきます。はい。で、こちらですね、元あったものは、捨てないで必ず、ご退去の時まで保管をしておいてください。で、そしてですね、もう一つの重要ポイントなんですけど、シャワーの水圧を皆さん確かめるのを忘れたと言ってかなり入ってからシャワーの水圧が弱いんですっていうお声を聞いたりするんですけど、基本的にはニューヨークはその日本のシャワーの水圧よりも少し、緩やかといいますか緩くなってまいります。で、もちろんお水ですとかお湯の出具合なんかを、最初に調べていただく、チェックしていただくっていうところが、確認重要ポイントになってくるかなと思いますね。はい。はい、それではこちらですね。こちらは何かと申しますと、ゴミ捨て場所になります。はい。こちらにですね、燃えるゴミと燃えないゴミで、特にこちら、どういうふうに、リサイクルですね、紙とか、グラスとか、プラスチック分けて捨ててくださいねって書いてます。そしてこちらがですね、生ゴミ、普通の燃えるゴミをこの中にスポンと入れていただいて、中まで、下まで落ちていくというシステムなので、携帯電話なんかをね、一緒に落とされる方いるのでご注意くださいね。はい。そしてこちらがエレベーターになります。まずですね、もう一つ重要なポイントがありまして、ご自身のお部屋が例えばエレベーターの横であるとなった時に、出入りをされる方々の、音、もしくはエレベーターの、上がったりとか下がったりする音が結構聞こえる場合がありますので、そちらもお部屋をお選びになる、重要なポイントとして、お考えいただければと思います。そしてですね、ゴミ箱、ゴミ捨て場所。ほとんどの物件がですね、各階に設置されてます。こういう感じで、ゴミ捨て場所ですよというふうに表示がございます。はい。こちらも皆さん四六時中、ゴミを捨てる方が自分のお部屋のお隣にないかとか前にないかとか、お部屋からの、距離を、目安にしていただいて大丈夫かなっていうふうにチェックをしていただければと思います。はい。じゃあお部屋に戻りましょう。ニューヨークのお部屋探しはリダックで。アメリカ不妊前ウェブオリエンテーション好評開催中。リドグループ